こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は外国人関連として在留資格についての解説をしていきたいと思います。最近日本で働く外国人労働者の方が200万人を超えたというニュースがありましたけれど、同時にですね、日本でビジネスをしようとして日本に来る外国人の方も今急激に増えているという状況になっております。うちの事務所でもですね、この在留資格を取得するための依頼というのが増えてきているというのを実感をしております。日本で働くための在留資格と日本でビジネスをする、経営をするための在留資格というのは異なってきます。日本で経営者になるための在留資格というのは経営管理という在留資格を取得する必要があります。ではこの在留資格、経営管理とはどういうものなのかについて見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは日本における在留外国人数の推移について見ていきたいと思います。その上で今回ご紹介をする日本でビジネスをする在留資格、経営管理とはどういったものなのか、そしてこの経営管理の資格要件、そして事業所の要件などについて詳しく見ていって、最後に注意点とまとめという形になります。まずは日本における在留外国人数の推移について見ていきたいと思います。新型コロナウイルス感染症の影響で一時日本に在留する外国人の人数というのは減りましたけれど、コロナが収束をしてそこからまた徐々に増えてきているという状況になってきております。そして2023年においては過去最高を更新をして322万3000人の在留外国人が日本にいるという形になっております。ではですね、今回ご紹介をする日本でビジネスをするための在留資格、経営管理という在留資格になりますけれど、この在留資格、経営管理を取得している人は今過去最高の322万人のうちどのくらいいるのかというところを見ていきたいと思います。2021年においては2万7000人という状況ではありましたけれど、そこから3万1000人、そして2023年では3万5000人の人が経営管理という在留資格を取得をしているというデータが出ております。日本における在留外国人の数が322万人、これに対して経営管理が3万5000人ほどという形になりますので、全体の約まだ 1% ほどという形で、全体の割合としては大きくはないですが、人数としてはどんどん増えてきているという状況になっております。ではこの322万人のうち、他の在留資格どういった方が多いのかというところになりますけれど、まずは永住権を取得している方、永住者が86万人。この永住に関しましては、育成技能制度の創設、技能実習制度の廃止とともにですね、永住権の取り消し制度というのも今検討されているという状況になっております。永住権の取得ですね、各種納税義務を果たしていない方に関しては取り消し制度を設けようという話になっておりますけれど、試算をしたところによりますと、全体の1割ほどの人が税の未納等があるというふうにデータが出ております。そして日本で働くいわゆるホワイトカラーとしての代表的な在留資格、技術人文知識国際業務については34万人。そしてもうすでに廃止が決まりましたけれど、育成就労制度という形に移行してきますが、技能実習、こちらに関しましては32万人、そして日本における留学生は30万人という形になっております。留学に関しましても日本における留学生もっと増やしていこうという形で取り組みが進んでおりますので、今後もっと増えていくかというふうに考えております。ではですね、今回ご紹介をする在留資格、経営管理とはどういったものなのかについて見ていく前にですね、そもそも在留資格とはどういったものなのかという形です。在留資格というのはですね、外国人が日本に滞在するために必要な資格という形になります。滞在の目的がですね、様々あるかと思います。働くためであったり、結婚のためであったりという形になりますけれど、この滞在の目的に応じて30種類ほど、在留資格というのが存在をしている。
そして外国人1人に対して在留資格は1つというのが原則になっております。そしてこの在留資格、大きく分けるとですね、就労系の在留資格と身分系の在留資格とに分かれてくることになりますけれど、就労系の在留資格に関しましては、認められた活動ですね、活動に応じて在留資格が付与されておりますので、活動が決められていると、そして在留期限に制限があるという形になっております。一方ですね、身分系の在留資格に関しましては、在留期間に制限があるものないものはありますけれど、原則としては就労制限はないという形になっております。日本において在留資格というと、一般的にはビザという言い方が一般的かと思いますけれど、このビザですけれど、正式には査証という言い方になりまして、この査証というのは、旅行先の国々の在日大使館もしくは領事館が与えるその渡航先に対して入国をするための事前審査証という形になっております。ただ日本においてビザといった場合はですね、先ほどご紹介をした在留資格を意味することがほとんどという形になっております。では日本でビジネスをするための在留資格、経営管理とはどういったものなのかですけれど、こちらは日本において貿易その他の事業の経営を行い、または事業の管理に従事する活動に対して与えられる在留資格という形になっております。したがいましてビジネスだけではなく、事業の管理をする場合も経営管理という形で在留資格を取得することができるという形になっております。もともとは1989年にですね、投資経営という在留資格ができまして、外資の参入している企業ですね、外資系の企業に対しての企業の経営管理業務に従事する外国人の受け入れの目的のために作られた在留資格ではありますけれど、2014年にですね、経営管理という形に変更になりまして、そもそも自ら事業を行う場合の在留資格として生まれ変わったという形になっております。ではこの経営と管理ですけれど、どういった類型があるのかですが、大きく3つに分かれております。一つはそもそも事業を自ら行う、そしてその経営を行う、事業の管理を行うという場合、そして2つ目はですね、すでに行われている事業に参画をして、その経営もしくは管理を行う。そして3つ目が、事業の経営を行っているものに代わって、その経営もしくは管理を行うという形で、自ら行う、参画をする、代わるという形で、3つの類型が用意をされています。そしてこの在留資格、経営管理を取得するためですけれど、まずは経営もしくは管理ですけれど、形式的に代表取締役ですとか監査役とか部長とか工場長という肩書きだけで判断されるわけではなく、その実質を見られることになります。実質的に経営や管理を行うのかということで、いわゆる投資に関して投資の割合ですね、ご自身の投資の割合、そして資金の出所だとか事業開始の経緯、そういったところを審査のポイントになってくる。また事業の継続性というのも重視されてきます。安定的継続的に営まれることができるかというのは客観的に判断をされますので、事業計画の作成提出というのが必要になってくる。また事業所も設けることが必要になっておりますけれど、この事業所についての要件も非常に厳しくなっている。そして資金や人員が確保できているのか、その人が経営ができる能力があるのかどうか、そういったところをですね、事業の継続性として見られていくという形になっております。そして一番大きいのが事業所の要件になってきますけれど、この事業所という定義ですけれど、日本産業、標準産業分類において事業所という定義があるんですけれど、少し、理解が難しい、分かりづらいというところもあります。外国人の方が経営管理の在留資格を取得するための事業所のポイントですけれど、契約の名義ですとか賃貸の目的、契約の期間などが、
審査のポイントになってくる。そして事業を実施できる適切な広さであって、執務スペースが区分されているかどうかですね、そういったところですね。したがって事業所のレイアウトなんかも提出するという形になっております。そういったことからですね、バーチャルオフィスは不可という形になっております。また、住居や店舗と居住をしたいというケースも結構あるんですけれど、こちらの場合はダメではないんですけれど、レイアウトの明確な区別ですね、住居と店舗が明確に区別されていること、そして経費負担割合を明確にすること、そういったところが求められてくるという形になっております。そして、事業の規模要件ですけれど、いずれかに該当することという形になっておりまして、2人以上の常勤職員がいなければいけない、もしくは資本金、もしくは出資総額が500万円以上という形になっている。そして丸3番目としては、丸1、丸2に準ずる場合という形で、いわゆるミックスみたいな形になってきますけれど、そういった要件を満たすと、事業の規模要件というのを満たすというふうに判断をされると。ただですね、常勤の職員の要件というのもありまして、日本人永住者、特別永住、日本人配偶者、定住者という形で、身分系の在留資格を有する人でなければ職員として認められないという形になりますので、こちらも注意が必要です。そして、許可が出ない不許可の、理由ですけれど、まずは在留状況が良好ではないという形で、いわゆる学生時代、留学生時代の出席状況が悪いだとか、卒業退職をしてから3ヶ月以上経過をしている、あとはですね、オーバーワークですね、週28時間というルールがありますけれど、このルールを超えて働いていた場合という形ですね。あとはですね、安定的継続的な経営管理の在留資格に該当する活動を行うとは認められないという場合でですね、一番多いのが事業所の不適切性といったところ、そして事業計画が不十分である、そして資産形成ですね、資金の部分が借りた貯金ですという言い訳だけでは通じませんので、その出所ですね、そこまで証明をする必要があるという形になっておりますので、資金の出所、そしてですね、ご自身の日本における在留状況というのをよく確認をした上で、経営管理と在留資格の申請をしてほしいと思います。そして最後に注意点とまとめになります。この経営管理に関しましては、学歴要件というのは求められていませんが、経営能力を証明する必要はありますので、積極的にアピールをしていってほしいと思います。そして事業計画ですね、それほど厳密ではなくてもいいんですけれど、きちんと取引先、仕入れ先が確定をしているといった形での無理のない実行可能な事業計画であるかどうかという形、そして常勤の職員に関しましてはですね、きちんと雇用をして、ご自身が現業ですね、実務をすることがないように経営に専念できるのかどうかというところですね。もしくはアルバイトですね、外国人の方を雇う場合は資格外活動として28時間制限がある可能性がありますので、その枠内で収まる就労のスケジュールになっているかどうかというのも必要になってきます。経営管理の在留資格の取得はですね、取得時のみならず取得後の更新においても事業の実績、損益が見られますので注意が必要です。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。